冒頭のビデオにあったように、動画の上に白い文字で手書きの文字を入れる方法を説明したいと思います。まずはじめに動画を作ります。黒い字の上に白い文字を書くところ、ここを動画に撮影します。次にその動画をLumaFusionのレイヤーとして追加します。最後にその追加した動画の黒い背景の部分をクロマキーというのを使って透明にして、白い文字の部分だけが後ろの背景の動画の上に書かれているような動画を作っていきます。今回は背景が黒字で、その部分を完全に透明にしたいので、使うクロマキーはオーシャンキーというものになります。まず動画をスケッチブックで作ります。スケッチブックである必要はなくって、プロクリエイトとかイラストツールでもいいですし、黒字であれば何でもいいので、iPad の純正のノートとか、キーノートとか、本当に何でも自分の好きな白い文字が書けるものであれば何でも大丈夫です。今横書きで書いてますけれども、縦書きで書きたければ縦書きも書けるし、好きなように書きます。ビデオをアプリで撮れる必要はなくって iPad の機能があるので、その機能でビデオを撮っていきます。書き終わったら右上から下にスワイプしてコントロールセンターを出して動画の停止ボタンを押します。撮った動画をLumaFusionに入れてクロマキーを使うと冒頭のようなこのような動画ができます。3レイヤー使っています。一番上が手書きのレイヤー、2番目が下の動画を暗くしてるやつ、3番目が下の動画です。元の動画結構色が明るかったので、真ん中のところに黒い画像を透明度をつけて入れています。フレーム&フィットという下にブレンディングっていうのがあって、その下に不透明度があります。これを適当に調整して、今 60% ぐらいに調整して全体を暗くして白い字がはっきりと見えるようにしました。動画でなくても写真の上とかでも同じように写真の色のトーンを下げるってことができます。一番上がさっき書いた黒いバックグラウンドに白い文字を書いている動画のレイヤーになります。最初に読み込んだ直後は黒い背景がそのまま真っ黒に潰れて上に出てしまうので、そこでクロマキーを使って透明にします。クロマキーはこの鍵のマークからアクセスします。でダーククロマキーとオーシャンキーというのがあるんですけど、右下のオーシャンキーの方をクリックします。このヒューレンジっていうのが最初は低くなってるんですけど、180まで上げると全部黒いところが透過になります。ダークルマキーでも似たような感じにはなるんですけれども、ちょっと暗さが残るので完全に透明にはできませんでした。これで見た目にはできてるんですけれども、今度本当に手書きのままだとかなり遅くてすごく長い動画になってしまうので、スピードを変えます。このスピードのボタンから3倍ぐらいにしまして、もうちょっと早くてもいいかもしれないです。あとはお好みで調整してみてください。はい、これで完成しました。これで手書きのものを動画に載せるっていうところまで完成しました。ただ元の動画の方がちょっと長くって後ろが数秒余ってしまいました。なので画像を付け加えています。画像は動画と文字書いた終わりのところと合わせなくてはいけないのでやり方なんですけれども、画像を最初開始予定じゃない部分にオーバーラップさせます。でこの部分で大きさと位置を調整してぴったり重なるようにします。で重なったのを確認したら長さを戻してくっつけて終わりです。これで全体完成しました。次に応用編として足元に軌道を描くというところをやってみたいと思います。まず実際に歩いているところ、ここのスクリーンショットを4箇所ほど撮りました。でその撮ったスクリーンショットを一つ一つレイヤーに置いていって、そのレイヤーをそれぞれ表示したり非表示したりして足元ですね、マークを4箇所つけていきます。でその上にマークを元に下書きの線を描いていきます。下書きの線は最初は普通に描いて、その後で透過度をものすごく上げて色が薄く透明になるようにします。下書きの線ができたらその線を元に動画を撮ります。上からなぞってなぞり終わったら動画を止めると。
そうすると白い線を下書きの通りにかけている動画が完成します。それを先ほどと同様の形で合成していくと、このように軌道が書かれているビデオができます。では具体的なやり方を一つ一つやっていきます。レイヤーを一個一個足します。これが一番最初のスタートの画像で、その次がこちらですね。もうちょっと進んだところです。次3つ目も同じように追加します。またちょっと進んだところですね。で最後、一番最後の終わりの部分をレイヤーに追加します。はい、これが最後の終わりのところ。これで4つできました。で一応念のためそれぞれのレイヤーをロックしておきました。で非表示にするとこんな感じで、今レイヤーを全部見えないようにしたので何も見えない状態になってますけれども、4つレイヤーがあります。でこれを今度は1個ずつ表示させてマークをつけていきます。まず一番最初のところのレイヤーから、今足元に赤いバッテンをつけました。次に1番目のやつをまた表示を消して2番目のレイヤーに行きます。赤いマークが1番目のやつが残っていて、2番目のところにもう1回マークをつける。でこれで 2枚目のところのバッテンがつきました。次3枚目、同じ要領で3枚目と4枚目にも足のところに赤いマークをつけていきます。これで4箇所マークがつきました。次にこのマークに下書きをしていきます。まず最初に書くときは普通に白いペンで書きます。こういう感じですね。で書けたら今度は後ろのマークを消して、これの透明度を上げます。オパシティってやつをどんどん下げると透明ほとんど見えない状態になりました。これクロマキーで見るともうほとんど見えない感じになります。でさらに今度はその一番上のレイヤー、ここから動画を撮ります。一番上のレイヤーでちょっと太めの文字にして上にからなぞっていきます。ここから動画を撮ります。こういう感じですね。で書き終わったら録画を止めるんですけれども、後で調整がしやすいように少し長めに撮ることをお勧めします。先ほどと同じ要領で撮った動画を合成していきます。該当部分を選んで上のレイヤーとして追加します。追加した部分が該当の部分かどうかを再生して確認して見てみます。このような形でスタートから終わりまで、思った部分が切り取れているので、今度はこれを等価にしていきます。鍵のマークを選んでダークルマの方ではなくてオーシャンキーの方を選びます。オーシャンキーを180まで上げると完全に等価になります。ダークルマの方だと一番上までやってもちょっと暗めなので、必ずオーシャンキーを選んでください。であとは位置を合わせていきます。これだと先ほど場所が位置がずれているのと、録画をした周りの部分が余計なものが見えてしまっているので、ちょうどいい位置に来るように場所を調整します。ピンチアウトで大きくしたり、ピンチインっていうんですかね、でちっちゃくしたりで、場所をぴったりにするとこんな形で、先ほどの形ですね、こういう風に線が入って軌道がわかる動画が完成しました。以上です。弟の YouTube チャンネルのために動画編集を始めて、ルマフュージョンを初めて使ったんですけれども、すごく使いやすくて便利なので、皆さんぜひ使ってみてください。でもしメインチャンネルの方をご覧いただいて気になった部分があったり、使い方がわからないところがあったら、コメント欄や Twitter にご連絡ください。またこのような形で動画にしてご紹介したいと思います。この動画が役に立ったらいいねボタン、
また今後もこのような動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。